皆さん、こんにちは。幸子です。こんなコスプレしてますが、いつもは真面目な日本語の先生です。オンラインでアニメが好きな人に日本語を教えています。皆さん、これ何のコスプレかわかりますか？何のコスプレかわかりますか？鬼滅の刃の、鬼殺隊のコスプレです。私は柱にはなれないですけど、はい普通の鬼殺隊の、コスプレでした。今、ビデオを見てもらったのは「鬼滅の刃」の展示柱展です。これですね。柱展に行ってきました。はいえービデオは撮ってはいけないエリアがほとんどだったので写真が多いんですが、柱たちのかっこいいパネルを見たり映像を見たり、それから無限城に入る体験もできました。入り口で、このですね好きな柱のカードチケットをもらって、このスクリーンの前にですね置くと、その柱の言葉を聞くことができました。うまいも聞けましたし、一緒に写真を撮ることもできて、本当に行ってよかったです。私の、好きなキャラクター推しは煉獄さんなので、写真が、煉獄さんばっかりで申し訳ないんですけど、一番すごいエリアは写真もビデオも撮ってはいけないので秘密です。展示は日本語しかなくて、漢字もほとんど振り仮名がついていないのですが、日本語を読まなくても楽しいところがたくさんあって、外国人のお客さんも来ていました。日本人のお客さんは女の人が本当に多かったんですが、小学生ぐらいの小さい子供から60代ぐらいの人までいて、全世代が好きなアニメ、大人も子供もみんな大好きなアニメのことを国民的アニメというんですが、まさにそうだなと思いました。主人公が全然出てこない展示会って本当に珍しいんですけど、鬼滅の刃のキャラクターは本当にみんなかっこよくて人気だから、主人公が出てこない展示ができるんだなと思いました。この展示は2025年の3月2日までやってるので、行ける人はぜひ行ってみてください。東京では毎月何かアニメや漫画のイベント、展示会をやっています。私は本当に大好きなアニメや漫画の展示会にしか行かないんですが、今まで行った展示会で良かったのは富樫義弘展です。これですね。ハンターハンターとか悠々白書とかを書いたすごい漫画家さんです。漫画展は漫画家の先生が本当に書いた、原稿ですね。ちょっと見えにくくてすいません、がありますから、好きな漫画家さんが、いるなら本当に、行った方がいいと思います。すごいですよね。最近の漫画は、パソコンで描きますが、古い漫画は全部手書きです。ですから、そのペンの勢いとか、それから、均一じゃない筆使いですね。均一じゃない筆使いが、人が丁寧に書いたことが、感じることができます。特に富樫先生の原稿は上手すぎて震えました。私は虫があまり好きじゃないんですけど、富樫先生は虫を描くのが本当に上手です。漫画のこの
一つのこのスクエアですね、コマと言いますが、一つ一つのコマが全部アートだと感動しました。手書き原稿はもう本当に見てて最高だなと思います。日本では、特に東京ではたくさんのアニメ店、漫画店がありますが、ずっとやっているわけではないので、そのイベントに合わせて日本に来るというのもおすすめです。私の一番大好きなアニメ漫画はこれ、ゴールデンカムイなんですが、このゴールデンカムイは、北海道の、話です。なので私は北海道で、この展示を見たかったので、札幌でやる展示会に合わせて東京から、飛行機で北海道に行きました。東京でも同じ展示をやっていましたが、友達が人が多すぎてあまり見られなかったと言っていました。でも札幌ではそんなにたくさんの人はいなかったので、ゆっくりじっくり大好きなキャラクターのアイテムを見られて本当に幸せでした。展示会に行くときに気をつけたいことがあります。それは、展示会は予約をしなきゃ入れないものが多いということ。今日行きたいってなっても人気のイベントは入れません。なので絶対にチケットを取りましょう。予約は英語でもできることが最近多くなってきましたが、その他の外国語ではまだ予約することはできないことが多いです。また、時々日本語でしか予約ができないこともあります。でも皆さんは日本語を勉強しているので、ここは頑張ってチケットを取りましょう。日本語がわからない外国人の観光客よりも皆さんは有利です。アドバンテージがありますから、ぜひいつも日本語を頑張っている皆さんだからこそ体験できるイベントだと思うので、ぜひチケットを取ってみてください。そして展示会や、あとはシアターですね、楽しんでください。コンビニのローソンだけしかチケットを売っていないこともあります。最近はコンビニのスタッフが外国人なことが多いので、わからないときは聞いてチケットの取り方を教えてもらうのもいいかもしれません。また、英語がわからない日本人のスタッフでもみんなとても優しいので、困っている外国人の人がいたら教えてくれると思います。なので、エージェントに高いお金を払わないでも頑張ればできると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。それからコラボカフェも展示会の隣にあることが多いので、もしできれば行ってみましょう。ここでしか食べられないものが多いです。例えば、これはですね、富樫義弘店の、富樫義弘店の、隣にあったコラボカフェのメニューになりますが、すごく気になりますよね。すごく素敵な、食べ物がたくさんあったり、ドリンクもいろいろあります。昔は見た目はいいけど美味しくないものがたくさんありました。でも最近は美味しいものが多いと聞いています。これも、展示の予約と一緒に予約しなきゃいけない時もありますので、しっかりウェブサイトを読んでから行きましょう。ちなみに今回行ったこの、柱店はですね、カフェ付きチケットがない人はカフェに並ぶこともできませんでしたし、カフェを見ることもできませんでしたので、気をつけてください。ここからは、2025年に東京でやる予定のアニメ・漫画の展示会の紹介です。こんな感じになっているんですけど、2025年
の4月12日から8月の17日までは広角機動隊を描いた先生の展示があったり、それから3月から5月は手塚治虫火の鳥展があったり、あとこれも3月からですね、3月の14日から6月の1日までは、テレビアニメ地球の運動について、これ私も大好きな、漫画なんですけど、すごく気になります、があったり、それから、今回の柱展と同じ場所で6月から8月の最後まで僕のヒーローアカデミアの原画展があります。この原画展というふうに、タイトルがある場合には、この、先生が書いたですね、この原稿ですね、原稿を、見ることが、できるものになっていますから、ヒロアカが大好きな人は、行ってみるといいと思います。スケジュールに合わせて、東京にぜひ遊びに行ってください。最後に、今回の鬼滅の刃の柱展は顔写真がある身分証明書、日本人だと運転免許証とかマイナンバーカードと呼ばれている ID カードになるんですが、観光客の皆さんだとパスポート、パスポートが絶対に必要でした。私は持っていくのを忘れてしまったんですけど、そうしたら予約した時間には入ることはできませんでした。30分以上待ってやっと入ることができました。とても厳しいセキュリティです。ですから皆さんは展示会に行くとき、チケットとかウェブサイトの説明をしっかり読んでから行ってください。それからお土産ショップも展示会を見た人だけが入れるようにお土産ショップチケットをエントランスでもらいます。どうしてこんなにセキュリティが厳しいかというと、最近は転売ヤーと呼ばれる人気のグッズをたくさん買ってオンラインで高く売る人、これを転売ヤーと言うんですが、こういう悪い人がいるので、その人たちがたくさん来られないようにするためにこんなに厳しいルールがあります。気をつけてください。ということで今日は、アニメ展、漫画展の話をしましたが、これからもアニメや漫画について優しい日本語でお話ししたいと思います。例えばどうして長いタイトルのアニメが人気なのかとか、漫画のオノマトペを知りたいとか、アニメや漫画について話してほしいことがあったらぜひコメントで教えてください。はい、それではまた次の動画で会いましょう。